はい、ということで8月26日に迫ったブレイキングダウン9の試合発表をしていこうかなと思います。はい、今回はね、喧嘩自慢とか、海外対抗戦とかね、面白い試合30試合ぐらい組みましたので、ぜひね楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。そして8月26日のブレイキングダウン9の会場チケット販売中です。毎回ね来場したお客さんには選手の熱い戦いを間近で見て楽しんでもらってるんで、やっぱ生のね楽しさっていうのはあると思うんで、この機会にぜひね生で観戦していただけたらなと思います。今回はねアリーナ立川という会場で約2000席設けているということで、今までで最大なのかな。また VIPP チケット購入者には大会後の選手関係者が集まるアフターパーティーへの招待もご用意してますので、ぜひ会場に足を運んでください。毎回選手のね熱い戦いが間近で見れるっていうのはねそんなないので、今回はボブ・サップとかジェロム・レアバンダ選手、レジェンドね、でかさは迫力すごいと思うので、楽しみ。ぜひね会場見に来ていただけたらなと思います。その他に写真撮影できるブースがあったりとか、会場内にいる選手とも一緒に撮影できたり楽しめます。特に安いチケットはすぐ売り切れてしまうと思うので、早めにご購入いただけたらなと思います。はい、僕も多分2000席だったら近い距離にいると思うんで、皆さんと会えるのを楽しみにしてます。そしてペーパービューチケットの販売も本日から、発売となりますので、会場、あとペーパービューチケットは概要欄の方から、お問い合わせください。はい、じゃあやっていきますか。お願いします。お願いします。1試合目から7試合目まで YouTube 無料配信していきたいと思います。はい、今回はちょっとなんていうかエンタメすぎるかもしれないな。7試合目までちょっと強い系の試合入れなかったんで、強い系の試合はもう有料放送の分で入ってるって感じですね。なるほど。高校生、ゲンタ VS セルゲイ、高校生がね今回ヒカピーをひな壇に置いておいたんですけど、出る幕ないぐらい強くなってしまいましてもうやっぱ強さとやっぱり悪さというか花のある子たちが結構出てきて、高校生にしては体もすごく強いしっていう、がたいがいいしっていうね感じで。なるほど。80キロ以上あったからね2人とも。そうやね、ミドル級ってことしたよね。80。へえ、すごいね高校生で。でセルゲイって子はもう本当にただの不良って感じで、でなんか生まれ持った体のでかさを持ってる大学の、なるほど。でゲンタ君は空手でなんか結構いい成績を収めてるみたいな感じで、ちゃんと実績があるんだ。なるほど。ブレイキングダウンの舞台でどういう試合をするのか、注目ですね。楽しみです。それでいてちょっと温かい目で見てもらえたらなと思います。はい、女子です。はい、ドリギャルユーラモモ、VS イータロ。ドリギャルさんは前回のオーディションも来てたんだけど全カットされたのかな。そうなんですよ。でも俺的にはね、すごいなんか風格あるなと思ってて、ここ最近さ、喧嘩自慢も今回入ったり対抗戦で10試合とか決まっちゃってるから枠が少なくて、本当にオーディションの中で選ばれる人って少ない状況の中で、前回は残念ながら落選ということだったんですけど、今回は見事にね本戦出場ですか。このドリフト界隈でも結構有名みたいよ。へえ、そうなんや。なんかもうすごい芯が強そうな女性って感じだもんね。しっかりしてそうなね。対するイータローは久々の登場ということで、今回もなんか背水の陣みたいな感じで結構暴れてたよね、オーディションの時。ただ女子枠ってなんかどんだけ求められてるのかなっていうのが最近よく分かんなくて、なんか女子の目指すべき場所が方向性が違うかもしれないんで、ちょっと新しい企画俺も何個か思いついてるんで、そっち側の路線でいこうかなと。いや、それ楽しみやな。それ思ってます。だから戦いがいつまで続くか分かんないんですけど、とりあえず今回はお楽しみいただいて、
塗り棒 VS 白田純、なんか塗り棒最近ちょっと有名人を相手にし始めた白田優さんのお兄ちゃん、お兄さんですからね。しかも背高くて、でキックボクシング経験者って確かオーディションの時言ってたから、言ってた。塗り棒結構きついんじゃないかなっていう。確かに。だから背高い人苦手な感じだけがするんだよね。確かに。ノンタイトルのあの子にも負けたし、はい。まあそこをどういうふうに覆すのか、まあ、前回は衝撃的な KO でしたから、すごかった前回ほんまびっくりした。中岸風太 VS 日健君、中岸選手はボクサーでしたよね確か。めちゃめちゃ強かった気がするな。なんかベルトとか持ってた気がするから。日健君はなんだかボクサー苦手なイメージがあって、俺確かに飯田さんの時もね結構瞬殺やったもんね。飯田さんボクサーやから。まあ地元の先輩として応援してますよ豊橋出身でだからね。まあでも日健君も実力間違いなく上がってますからね。カウンター上手くなってるよね、左フックの。確かに。まあこれも楽しみにしてます、続きまして、レオ VS 西島恭平。西島恭平君はもうなんかブレイキングダウン出てちゃおかしいぐらいのレベルですよね。ちゃんとした。いやスピードといいさ、一番強いんじゃないこの階級別にしたら。普通に雷神とか出てる選手の中でも打撃レベル相当高いと思うよ。打撃レベルは確かにね、確かに高い。キックボクシングプロの世界行ってもいいと思うんだけど、やっぱ階級的にあれなんかな、結構小さいから55とかですよね。ストロー級とかや。ストロー級だよね、ストロー級のキックボクシングってあんまないのかないね。昔の山本キッドさんみたいにでかい相手を倒していくしかないよね。なるほど。それでいうと今回もバンタムやから61やから、で山川壮輝君を結構ボッコボコにしてたもんね前回。強いっすよ彼は。空手でもなんかね世界チャンピオンだっけ。実績ある。で対するこのレオ、やばかったよこの子は。やばかった。生き切ってたよ。何も言わずにいきなり隣にいた人をぶん殴ったりもうなんか突っ張りまくってたね世の中に不満を抱えたなんか悪の少年みたいな。マジで黒ひげの幼少期みたいな感じの子黒ひげだいぶ闇やなそれ。本当にもうみんな突っ張りすぎて笑ってたもん。それ楽しみやな。なんか可愛げがあるぐらい面白い見ててそうなんや。面白そうじゃないですかそれ。しかも結構強かったよ普通に。それでいて強いんや。パンチ力とかめっちゃ強かったから。じゃあもうワンチャンもう当たったら西島選手が負ける可能性もあると。まあちょっと差はあると思うけど、ただこのレオ君が負けた時どういう感じになるのかを見てみたいようなそんなキャラクターだった。なるほど。それいいね。負けても絵になる選手っていいね。なんか、初めて出場した時の米尾みたいな。そんなにそれよりもうちょっとひどいバージョンみたいな。あれよりひどかった。ちょっとねなんかあんまりこう口では威嚇してこないんだけど、無言でなんか殴ってくるなんかちょっとサイコパス的な。めっちゃ危ないやん。危ない突っ張ってる。ガチやんもうそれ危な。まあ楽しみっすね。楽しみっすね。楽しみ。続きまして山川翔太来ました。超10人2期2あれなんか増えてるぞ。2特攻隊長がね出てきましたね。我らが特攻隊長翔太君が。あいつでもそんな強くないからな。いやでもなんかポテンシャルあるくない？だって全然経験なくてもなんかやっぱ筋がいいというか。まあ土屋君と戦ってたじゃん。まあギリギリ勝ってたけど、どうなんかな。12、2期も強くなってるじゃん。結構勝負のあると思うけどね。暴走族特攻隊長やってたやつが12、2期負けたら終わりだぞとは言ってやる。一応それはね12、2期には悪いけどそうやなほんまに。ほんまにそうやと思うわ。朝倉未来と一緒の暴走族の特攻隊長って言って出てきてさ、だいぶ株上がってるからねその時点で。12、2期に負けましたはさ、もうさよならですよねまあ厳しい言葉言うんやけど、まあ確かにそれはそうだ。そんなね、甘い世界じゃないですから。まあここは頑張ってほしいな翔太君に。そんなコーナーでここで休憩が挟まりまして、ブレイキングダウンオタク亮 VS 山川壮輝。結構イケメンでしたね。イケメンでしたねほんまに。思ってるより
愛し合ってましたからキスとかしてましたから2人で。してたね。してた。まあ、ここは結構、ブレイキングダウン昔から見てる人からしたら面白い試合になるかな。で続きましてここがね結構女子の中でも実力派同士になるんではないでしょうか。小町 VS 坂本龍香、土木ネキ。この小町さんが22年ぐらい伝統派からでやってて、全国優勝とかもしてて、それすごいわ。でオーディションの時のスパーリングもね、なんかね怖いぐらい落ち着いてるんですよね。落ち着いてた。堀口選手みたいなやっぱ構えでね、しっかり相手の攻撃見てたもんね。で土木ネキは最近プロの試合とかも結構出て勝ったりしてるじゃん。ここに勝ってくるようだったら面白いけどね。確かにね。しかもまあ女子枠少なくなっていってる中でやっぱ土木ネキだけはもうレギュラーですからね、毎回出て、素晴らしい。続きましてフェザー級、秋元優也、VS 関谷裕次郎。この秋元選手ってね格闘技歴まだめっちゃ浅いみたいなんだけど、喧嘩バトルロワイヤルとかから出てきて、まあ俺は喧嘩バトルロワイヤル見てないからあれなんだけど、それやっぱブレイキングダウン関係者たちは見てるみたいで、あの選手強いよみたいなことを言ってたんで、瓜田さんとか。へえ、そうなんよ。オーディションの時に試合見たら、まあ倒してたじゃん。KO してた。パンチが結構硬いというかさ、重いタイプだよね、多分。そっち系か。で対する関谷さんは、まあ百戦錬磨ですからね。間違いなく。ただ結構体格差があるからリーチ差というか、そっか。そこをどうやって埋めるかだよね。そうやね、確かに。まあでもこれはすごい面白い試合になると思います。楽しみですね。福太郎 VS 虎之助。この福太郎って子も喧嘩バトルロイヤル出身で、まあ強かったね。強かった。パンチ力あって、相手の子も強かったけどね。で虎之助君はまあ復帰戦という感じか。そうやね、前回富澤君にね、ボディで負けちゃったけど、まあ言っても強いですからね。パンチ力すごい同士ですぐ激しい試合で KO 決着あるんじゃない？確かにな、これ KO 決着ありそう。福太郎選手は山川君にも勝ってるしね、喧嘩バトルロワイヤルで。あ、そうなんだ。そうやね、しっかりと KO ダウン取って勝ってんねん。パンチ力お互いあるからね、当たった方が倒すみたいな展開になるんじゃないか。すごい面白い試合になりそう。これ楽しみやな。ハイメ VS 里平保ヒロト、ここが組まれたかっていう。ハイメさんが結構強いんだよね。この間もオーディションで勝ってね、まあ確実に実力を上げてきてますよね、ハイメさん。で外平保君はついにお母さんに会えたみたいで、そうやね、見た俺も。ブレイキングダウンいいっすね。人生変えてますね。いや確かに素晴らしいよ。まあ、外平保君は有楽に負けてからの復帰戦っていうことなんだけど、持ってるポテンシャルはすごいと思うんだよね。体のパンチングマシンとかも余裕で1位だったじゃん。確かに俺たちよりパンチ力あると思うよ。いやほんまに負けてたな、パンチ力。だから俺がコラボした時にさ、ミドルキックが K1 チャンピオンクラスって言ったら、ちょっと炎上したけどマジで強いからね。それぐらい強いんやね。一発の威力だけで言えばね。一発の威力だけ強いやつって結構いるじゃん。そういった意味では本当にポテンシャルはえぐいと思うから、今後こう技術が身についてきたら強くなるんじゃないかなっていう。K1 の木戸選手っておったやんか、で外江君が試合してる時に解説席おったんやけど、もう普通に外江君と練習したことあるらしくて、もうその時普通に褒めてた。もういやこの選手本当に強いですよみたいな、ここで見れるのもうラッキーなぐらい強いですよみたいな感じで言ってたから、相当期待されてるみたい、外江君。だよね。まあちょっと打たれ弱いとこがあるから、その打たれ強さって格闘技において大事じゃん。めちゃめちゃ大事。まあそこがね見えてないから聞いてんのか、もともと顎が弱いのかさ、その辺が分かんないけど、まあそこ次第では伸びていくポテンシャルあるかなと思います。敷かれたレールは走らない。自分の道は自分が作る。だから俺たちは戦い続ける。ただ頂点を目指して。スマホで戦う新感覚 RPG。 男なら本気でやろうぜ。朝倉未来剣山。ここからですね、北関東と大阪の決勝戦ですね。これ
超楽しみですよ。5対5。これはもうなんか説明不要でしょ、みんな見てるんで間違いないもう絶対に負けられない同士の戦いです、で萩原さんとね瓜田さんも喧嘩になっててまあもしかしたら10とかで試合が組まれるかもしれない。あらでこの喧嘩自慢企画地区対抗戦は、まあ俺が企画したんだけど、これシリーズ化していこうと思ってて、めっちゃいいと思う。次のブレイキングダウン10ではまた別の4地区行きたいと思うので、そこの優勝者が決まったら、今回の優勝者と11で頂上決戦しようかな。なるほどなるほど。9の優勝者と10の優勝者と、はあそれ絶対面白いやそれ。どっちも強かったからね。強かった、ほんまに強かった、どっちも。キャラも良かったしね。これはもう見ないと分かんないけど、でも喧嘩自慢たちのさ本当の喧嘩し合ってる感じが良かったな。なんかこう試合終わった後にさ、全然ノーサイドみたいなことなかったじゃん誰もなんか喧嘩終わってなかったじゃん。そうもうずっとバチバチやった、ほんまに。あの感じ的にはやっぱ、絶対負けたくないってあるんだろうね、不良としてこの地区の代表が。まあこれはね普通に楽しんでもらえると思います。でここで休憩5分取ってついに出てきましたよ、所沢のタイソン VS 奥野隆。これ実現しましたか。ごぼうの塔ね、花束事件の奥野さんといやそうですよ、所沢のタイソン、この2人ねブレイキングダウン8かな、の時に、俺が会場で見てたら、後ろで乱闘騒ぎしてて、だからその辺からのなんか因縁あるっぽくて、で多分2人はこの2人でやろうと思ってたんだけど、いきなりウイタさんが登場していきなりぶん殴ったりとかして、なんかねブレイキングダウン何が起こるか分かんないんでね因縁あるのは俺との方だろみたいな言ってましたね。まあ3000戦無敗ですからね、所沢のタイソン。いやこれマジで本当にこれ見れるんですかね。ついにベールを脱ぐんかな。ねこれ超楽しみやな。めちゃめちゃ楽しみよ。だってこれで3001勝目ってことでしょ、勝ったら。勝ったらそうやね。で奥野さんが勝ったら、3000戦無敗だったのが、初めてついに勝利を手にするわけですから、3000人を超えるわけですから、一発ほんまやな。三段論法でいくと頂点に立つもんな、3000人の。まあでも本当に実現するのかどうかって運営としてもね分かんないですよね。いやちょっと心配ですよねこれ。これはもう話半分ぐらいで皆さん聞いといてもらった方が見れたらラッキーぐらいと思ってもらえたら、この試合を見るためだけにペーパービューを買うのは間違いです。はっきり言っちゃうそれ。言っときます先に。俺も怖いんで。OK です。返金しろとか言われるの怖いんで先に言っときます。OK です。はい。サップ西成 VS 松井健。まあサップ西成さんってあれだよね、昔アウトサイダー襲撃したりとか。違う。そうそう本当にそう。俺はそんな詳しくないんだけど、アウトサイダーの大阪大会の時にサップさんとかが、まあ、その昔のそういうグループの人たちが前田明さんに胸ぐらつかんで、そう襲撃したっていう事件なんですけど。いや俺会場いてさ、会のセコンドついてて、もう次の次ぐらいだったのよ。セコンドで待ってたんよ後ろで。そしたらなんかいきなり大会が中止みたいな感じになりそうになってさ、まああの時結構迷惑だったんですよねなるほど、そっちにも被害がいてたんやな。あそっか。で、まあいろいろね相当な悪だっていうのは聞いてるので、サップさんはほんま大阪じゃやっぱもう地下格闘技とか出てる人で知らん人いてないぐらいの、レジェンドなんでしょ。そうほんまに有名な人。でもそこに対してね、まあ誰も喧嘩売れるやつはいないでしょっていうことで、松井健君がいいじゃないですか行ったわけですよね、オーディションで。松井君もね男だね。言ってたもんね。なんかされるかもしれないからね、試合後に襲撃いやそんなないけど、でもいやーこれ楽しみやね。松井君がサップさんに対してどう戦うんだろう。でも俺試合見たことないんだけど、強いの？まあ現役で地下格の時はもうバリバリ強かった。本当にもう相手いてなかったぐらい、サップさんの強かった、当時はね。でもまあ若さでいうと松井君とか若いからね、まあその辺も、まあただ1分だからそうなんですよ、そこなんですよ。今までの
まあ、戦ってきた経験値があるから喧嘩強さとかさ、もうその辺でどうにかするのか、まあ、どちらにしても楽しみですね。楽しみです。地下格闘技界隈というか、視聴者よりもこの地下格闘技とか格闘技関係者の方が注目してんじゃない？確かに。続きましてこっからね3試合はこれまたね僕が新しく企画したんですけど、1000万企画の時の、はい、はいはいはい、1000万企画の時にやった方法。なるほどね。ちょっと最近さ、なんかブレイキングダウンのオーディションひな壇が20人もいてさ、で朝倉未来たちが座ってて、で一人で来たやつが20人に睨まれるみたいな状況じゃない？いやそれはポイズンやな。あれってさ、生きれないと思うんだよね。俺たちぐらい強かったらようやくさ、ひな壇やるとか言うけどさ、いや誰でも来いよってな、いつノッコンが絡んでくるかもしれないもんね。そんな状況でさ生きりにくいよねっていうので確かに。でもあと視聴者目線的にもこう、結構既視感が出てきたのかなっていうのもあって、はい、なるほど。ちょっと今回違うねこういった企画も入れてみました。いいっすね。まあ、結構面白かったんじゃないかな。面白かった。この3試合はまあ言うまでもなく皆さん見てると思うので、レオ君 VS 樋口選手、あとカズキングとコメオ、で龍騎富澤大地、まあここはね普通に楽しめるんじゃないかな。そうやね。しかもなんかこう樋口君と向井選手のなんかこう乱闘になってたんやけど、もうなんかその時に樋口君がもうパッカ口切れたみたいで、そうもう放送できないぐらいブチが出てたみたいでそれぐらい因縁ある2人らしい。この試合多分樋口君マジでムカついてると思う。楽しみやなこれ。ゼナメタバースブレイキングダウンランド8月26日ゲットしてね。ゼナこっからヨーロッパの不良対抗戦です。来ましたか。はい、はい。どちらとも戦いたいです。まずはジョナス・アンドリアンス VS ダンチの敦樹、オーディションに歳三と大喧嘩になってもうすごかったよ、日本のひな壇軍団と、そのヨーロッパの不良たちが、もう喧嘩自慢ぐらいの時みたいな感じで。マジで？そう応援し合っててこの試合を、歳三とこのジョナス。でめっちゃいい勝負だったんだけど、延長いって勝ったんですよ。そうや、延長、そうだ、そうそう。でもダンチメ敦樹の方が強いでしょ、歳三より。歳三より強いと思う俺。ってなると、まあいっちゃうんじゃないかなと思ってるけど俺。強いじゃんダンチメ敦樹も最近、富澤選手以外負けてないからね。そうやね。ボクシングテクニックとかついたら相当化けると思うよね。それほんまにそれ。ヨーロッパ本当すごかったからな、不良たち。そうなんや。この対抗戦結構ねヒリヒリしますね。まあ先方でこのダンチメ敦樹、どうなるのか。で、続きましてサム・ルサラガ、VS 小柴亮太。おお、小柴君。もう小柴君は今無敗ですからね。しかもブレイキングダウンなんか突如出るみたいなの多くてしかも格上相手にずっとやってきてそれで負けなしってすごいよね。すごいよマジで。1年経ってないんじゃないまだ格闘技やって、やっぱポテンシャルがすごいからね、身体能力とかもやばいですから、それがやっぱ出てるよね。まあ今回も乗り越えたらいよいよ安井飛雄馬君と同様ブレイキングダウン負けなしで、あれですね、2期生は優秀ですね。確かにね、楽しみですね。楽しみですね。シュリフ・ラロッシ VS パク・ヒョン軍。なんと韓国の敵だったパク・ヒョン軍が仲間に入りまして、素晴らしい。こっち側の味方として出ると。
はい、まあ、彼強いですからね普通に。いや普通に強い、まあジョリー結構差あったもんね、正直。ちょっとね、この相手は結構な実力者。オーディションの時は結構暴れてて、西谷君とずっとやりたいって言ってた。ああはい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 。2人ともやりたいみたいな、西谷君とパクヒョン君。おお欲張りやな、はいはい。でもまだこう実力はまだ分からないと。どれだけ強いのか。実力は分かんないけど、まあひな壇において強い2人を同時にやりたいって言ってるぐらいだから、確かにね、まあまあ自信があるんだろうね。だって俺たちぐらいじゃないとできなく言えなくないそんな。まあね、実力者が本当に自分の実力分かってたとしたら、確かに。だから結構期待できるんじゃないかな。ああほんまやな、口だけじゃないでほしいな、これは。リチャードソン VS マーキーザヤ、強そこの人マジでかかったよ。う、めっちゃ強そう。95センチあって、でしかもなんかね絶対的な自信を感じたけどね、俺。へえ。マーキーザヤさんと顔近くて睨んでた時もいいオーラを持ってるというか、ああなるほどね。自分を信じきってそうだね。ああなるほどね。いやマッキーさん大丈夫かなこれ。体格差あるけどね、だいぶ。はい、続きましてボヤン・コセナル、VS 川島優太。これも強そうやな。いやこいつはねほんとヤバそうなやつだったよ。やばそうな。なんかね、ちょっとイカれてるのかなっていう。ほで川島君が突っかかってって、何人でもいいみたいな、5人ぐらいやりたいみたいなこと言ってたけどね。マジでボヤン。まあこれ普通に面白そうだけどね、まあ川島君のパンチがそうやね入れば、まあどんだけ鍛えてても揺れると思うんで、アルバート・クラウスですよ。これやばいよねアルバ普通に。ート・クラウス VS 西谷大輔。これやばいよ。アルバート・クラウスがヨーロッパの集団、不良の集団の一番後ろにちょこって座ってて、ブレイキングがどういう使い方してんの思う。ピーター・アーツもさ、アルバート・クラウスをあそこに座らせちゃダメでしょっていうような感じで連れてきてるの。みんなすごさ分かってない。アルバート・クラウスの。初代 K1 チャンピオンですからね。いやそう、マサトさんともやってますから、試合を。だから俺とやって面白いぐらいよね。まあ実績的にはね。実績的にそうさ、いやほんまにそう、実績的西谷に。大輔じゃなくて朝倉未来でもいいじゃん。確かにね。やれるけどね、8月。マジで全然マジで全然やれるけど、まあでもここは西谷君に任せてね。決まったんでね、っていうレベルの人じゃん、すごい人なんですよ、間違いない。あそこになんかちょこって座ってさ、しかも後ろ側の席にでもこれすごい人なんですよっていうね。いやほんまにそう、本当にすごい人。まあでも今どのぐらい動けるのかっていう話だよね。まあなんかメイウェザーとかもさ、続けてるやつって落ちないじゃん。ああ確かに。ほんまやわ。だからあこれ西谷君には荷がだいぶ重いのかな。ちょっとやばいかもしれんな。1分間とかなんか、打撃のみだからね。やばそう。アルバート・クラウス1分間の連打とか、なんかズコーンもらってまた倒れてるとこが想像できないでもないし、まあ気合で押し切るのか。大丈夫かなこれ。いやどうなるやろ、めちゃくちゃ楽しみやわ。楽しみですねどうなるやろ。無差別級ボブサップえ VS ノッコン寺田。これいやついにこの辺の選手が出てきましたよ、ブレイキングダウン。すごくないですか、ボブサップって。でメインも発表しておきますか、はい、ジェロム・レバンナ VS キム・ジェフン。これもやばいよ。これやばいって。いやブレイキングダウンが本当世界的に注目され始めてるっていう証拠ですよ。いやほんまにすごいよ。こういう選手たちが、もっとすごい選手たくさん来てますからね。もっとすごいっていうか、もっとこういうようなレベルの選手たち来てるんで、10とか11とか本当期待してもらえるかなって思うし。あまだある。全然マジで。やっぱこの1分っていうのがいいじゃん。ナショナルレベルも出れるし。確かにね。確かに。いやでもそうボブサップの1分間とかちょっとエグそうやもんな。だって昔のさ、プライドの時とかもさ、1分連打みたいなのやばかったじゃん。やばかった。バキのあれだよね。無呼吸連打ね。無呼吸連打。いやこれノッコさん大丈夫かなこれ。ほんまにちょっとブレイキングダウン陣営ちょっと心配になってきたな。大丈夫かな。ジェロム・レバンナとかも今なぜかトライフォースの練習来てるけどさすごいもんね体。やばい。クソでかいもんね体。めちゃくちゃでかい。体の大きさやったらキム・ジェフンも負けてないけど、でもなんかもう違うもんね、大きさの種類が。もうバンナは本当にもう筋肉やし、なんかね
目つきがなんか現役のまんま衰えてない感じするなんか、ねキム・ジフンもでもボクシングめちゃめちゃうまかったんで、確かに、まあ、その辺も含めて楽しみですけど、このヨーロッパ対抗戦どちらが勝つのか。いやーこれね、まあ、日韓協力体制ということでね、今回は確かに海外対抗戦に関しても、今3、4カ国から話来てますから。そんなに来てるマジで結構ほんとブレイキングダウンね、世界的にバズり始めてるんですよ。へなんかチョン・ツーエがなんか中国に行ったら20人に1人ぐらいは知ってたらしいよ。感覚あ、そうなんや。 TikTok とかでめっちゃバズってるらしい。あ、そっかそっちね、なるほどね。ブレイキングダウンほんとすごいとこまで来たなというとこですね。はい、まあ、今回はほんと盛りだくさんじゃない？対抗戦もあり、喧嘩自慢もあり。そうやね、めちゃめちゃ盛りだくさん、ほんまにすごいよ。で新たな企画をまた2個ぐらい思いついたんで、僕が10の時はもっと面白いのがねできる。マジでやっぱりこんだけ主張されてるんで、クオリティの高い映像を出せるっていうのがこうどんどん伸びていくことになるんじゃないかなと思ってます。今回はかなり盛りだくさんなんで、皆さんねぜひねペーパービュー購入して、楽しんでいただけたらなと思います。お願いします。8月26日ですね。はい、投稿日からすると10日前ぐらいっていうことで、来週とかの話なのかな。はい、ぜひ休日で暇な方は、ペーパービューで楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあまた、その時会いましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。10秒。これね、元K1ファイターの達治です。俺元プロ。上がるよ。オッケーやるんだよ。8月26日開催ブレイキングダウン9本戦会場観覧チケットは概要欄コメント欄リンクから。ペーパービューチケットは17日より販売開始。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。こちらもぜひチェック。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意しておりますので、まずは資料だけでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン9は喧嘩道のほかザナ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。